8分ぐらいでだいたいわかるマイナー兵器解説始まるよ。今回は視聴者リクエストからグロスター、グラディエーターを紹介するぞ。他のリクエストだと東南アジアのマイナーなやつと強襲揚陸艦があるけど艦級が指定されてないからこちらで勝手に選ばせてもらうぞ。ちなみに投稿をサボった理由は RTA 動画撮影のためだ。ヤンシムブームの夢をもう一度とは日本海軍みたいで可愛いな。さて時は1920年代末期、イギリス空軍は旧来の戦闘機の使用に不満を持っていた。最高速度200キロ台なのはともかく2丁しかない 7.7 ミリ機銃はしばしば詰まり継戦能力に問題があった。そこで1930年に発行された使用書では最高速度400キロ 7.7 ミリ機銃4丁を要求した。この時ロールスロイスゴスホークというエンジンの搭載を要求した。これは液冷エンジンで当時としては高馬力の660馬力を誇っていた。しかしこのゴスホークは信頼性が皆無だった。おまけにラジエーターがでかすぎて被弾しやすく軍用機に向かないことが判明した。その結果使用書に従いゴスホークを積んだ5機の試作機は性能不良で不採用に終わる。そのためゴスホーク搭載を諦めたグロスター社と空冷エンジン搭載の保険機を開発していたブリストル社の一騎打ちとなるもブリストル側の試作機が墜落事故を起こしてリタイア。こうして棚ぼた的な形でグロスター社案が勝利。グラディエーターの名で量産機が作られることになる。さてここでグラディエーターの性能を見ていこう。グラディエーターは前任のガントレット戦闘機を発展させたもので基礎設計は保守的だ。主翼と機体後部は木製帆布張りで足も固定足。これは初飛行した1934年当時でも旧式化が目立つ構造だった。一方で近代的な要素もあり機体全部は全金属製で操縦室は密閉式だ。しかも着陸フラップまで装備しているぞ。機体の大きさは全長 8.4 メートル、全幅 9.8 メートル、全高 3.2 メートルと小型機の BF109 よりも一回り小さいぞ。近い大きさの機体にはイタリアの CR42 があるな。エンジンはブリストル、マーキュリー空冷9気筒エンジンを搭載。量産型では主に820馬力のマーク9を搭載した。最高速度は高度4500メートルで約410キロ。副用機のため空気抵抗が大きく加速や上昇力は単用機より悪いぞ。武装は 7.7 ミリ機銃4丁。うち2丁は翼下にガンポット形式で搭載された。初期はディッカース機関銃を使用したが弾詰まり問題解決のためすぐにブローニング M1919 の303ブリティッシュ弾使用に変更された。飛行特性は良好だったが従来の副用機に比べて翼面荷重が高いため失速しやすい特性も合わさり着陸時の事故が絶えなかったとか。他にも簡単にフラットスピンする傾向があったものの軽快な飛行機だったらしくパイロットからは好まれたらしい。総じてみると副用機としては高性能だが単用機ほどの性能はない、まさに中途半端な機体だ。事実イギリス空軍はハリケーンやスピットファイアの開発に力を入れておりグラディエーターはそれら近代機のつなぎ以上の役割はなかった。そのためグロスター社は輸出に力を注ぎ中華民国やスウェーデンなど十数カ国への販売に成功するが詳細は口述するぞ。さてここからはイギリスにおけるグラディエーターの活躍を見ていこう。グラディエーターは1937年2月より部隊配備が始まり9月までに8個飛行隊へ配備された。1938年からハリケーンやスピットファイアの配備が始まるとグラディエーターは急速に置き換えられた。まあつなぎだから仕方ないな。余談だがグラディエーターは単用機の特徴や特性を部分的に有していたため装備部隊が単用機へ機種転換する時の事故率は非常に低かったと言われているぞ。つまりグラディエーターが意図せず高等練習機になったということだ。第二次世界大戦が勃発するとグラディエーターもフランスに派遣されたがフランス侵攻作戦で多数の機体を地上撃破されてしまった。またハリケーンやスピットファイアの生産が軌道に乗ったためグラディエーターは重要度の低い戦線に投入されることになる。1940年4月のノルウェー侵攻の際はグラディエーター装備の第263飛行隊が援軍として派遣。増援のハリケーンとともに6月まで作戦行動を行うもフランス降伏による影響で撤退。その最後は悲惨なもので空母グローリアスで輸送中空母ごと機材が沈められ第263飛行隊含む4個飛行隊が壊滅した。1940年6月10日にイタリアが参戦してからはグラディエーターはマルタ島で獅子奮迅の活躍をした。当時マルタ島には4機のグラディエーターしかなく戦力差は絶望的だった。だがイタリア空軍の準備不足や格闘戦偏重に助けられグラディエーターは一撃離脱を徹底し6月末に増援のハリケーン5機が到着するまでマルタ島を守りきった。
またアフリカ戦線でも主力戦闘機としてイタリア空軍の CR-40 に相手に戦った。珍しいところだと枢軸側についたイラクへの懲罰戦争にも参加しているが、他にもギリシャやシリアの戦いに投入されたが、1941年中には第一線から退き、1944年まで気象観測機として各地で使用されたらしい。一部機体は艦載機として改造され、シーグラディエーターという名で海軍で使用された。こちらもフルマーと供与された F4F の配備により、1941年には第一線から退いた。こうしてみると結構各地で使用されたことがわかるな。このようにイギリス軍でも広い地域で使われたが、グラディエーターは世界中の国々に輸出された機体だった。次は輸出国で活躍したグラディエーターを見ていこう。ヨーロッパではフィンランドはじめ11カ国に輸出された。最大のユーザー国はスウェーデンで55機を輸入した。だが一番有名なのはフィンランドに輸出された機体だな。フィンランドでは冬戦争中に30機、後に12機を輸入し、冬戦争中は義勇兵として派遣されたスウェーデン空軍のグラディエーターも一時的に使用した。空中戦での確定撃墜数は冬戦争では39機、継続戦争では2機を数え、継続戦争の戦果にはミグ3も含まれているから驚きだ。アジアでは1938年に中華民国が36機を輸入、2個飛行隊で使用された。中でも中国系アメリカ人のアーサー・シンは本機で96式艦船含む7機を撃墜。第一次世界大戦後初のアメリカ軍エースパイロットになったぞ。他に変わったところではドイツが旅客機15機を標的曳航機として運用していた。もちろん部品不足で運用はすぐ終わったと思うぞ。またソ連が元ラトビア・リトアニア軍所属の32機を旅客、現地で使用していた機体が少なくとも1機ドイツ軍に旅客されている。さて最終的に本機を正式採用し運用した国はイギリス含め16カ国、ドイツを合わせると17カ国に及ぶ。そのほとんどが中小国だったが、逆を言えば中小国にとってはちょうど良い性能と値段の機体として人気だったと言えるな。最後の運用国はポルトガルで1953年まで使用した。総生産機数も747機と多く、これも積極的に輸出された理由かもだな。まとめるとグラディエーターは性能が中途半端ですぐに後継機に置き換えられた機体だ。しかし後継機配備までのつなぎという役割を十分に果たし、重要度の低い戦線では有力な航空戦力として活躍した。そのため世界各地で使用されたほか、フィンランドなどの中小国にも輸出され、一部国家では貴重な航空戦力として活躍した。兵器に一番重要な必要な時と場所に十分な性能で数を揃えることができたとも言える。傑作機ではないが偉大な凡作という称号が似合う機体だと思うぞ。後継機がすぐできたから幸運な凡作とも言えるな。さて今回はここまで。感想リクエストがあればどうぞ。